こんにちは、フリーマンです。音が出せない。その前提ごと変える方法があるとしたら、どうでしょうか。音が出せないは、ギターをやめる理由として最も多い言葉の一つです。賃貸マンションや夜の時間帯、近隣への配慮。日本の住環境においては、ギターを弾くことは最初から条件が揃わないこととして諦められることが多くあります。その前提は本当に正しいのでしょうか。今回の動画は、音の問題を構造ごと解決したお話をしたいと思います。ギターを諦めた方が共通して持っている思い込みについて3つお話ししたいと思います。1つ目、ギターは音が大きい楽器だ。アコースティックギターやクラシックギターは確かに音量があります。エレキギターに至ってはアップにつなげれば相当な音量になりますよね。でもこれはギターという楽器の全てではありません。ギターの中には構造的に音量を極限まで抑えて設計されたものが存在します。そう、もうお分かりかと思うんですが、このサイレントギターなんかはその一つになりますね。二つ目、サイレントギターは練習用の妥協品だと最もよくある誤解の一つ。サイレントギターは音を我慢するための楽器ではありません。個人的にそう思っております。ヘッドホンやスピーカーを通した音は通常のクラシックギターと同等とまでは言いませんが、音の作り方や使用方法によってはそれ以上の可能性を持っていると思います。プロの演奏家が録音やツアーで使用する場面なども増えていますよね。妥協品ではなく目的を持って設計された楽器だと思うんです。3つ目、夜に練習するのは非常識だといった内容ですが、サイレントギターとヘッドホンの組み合わせにおいて外部に漏れる音は話し声を下回るでしょう。深夜12時でも隣の部屋に音が届く可能性は低いかと思います。夜しか時間がなかった方にとって、これは練習できる時間が存在しなかった生活から毎日練習できる生活への完全な転換を意味するということです。この音の問題を解決したとき何が変わるんでしょうか。音の問題が解消されると練習の頻度が変わります。今日は弾けないという日がなくなったりもしますよね。毎日少しずつ弾ける状態になると、当然ながら指が慣れ音が出るようになります。それはもちろんギターが楽しくにもなるでしょう。ギターが楽しくなると続けられます。これが継続の正しい順番だということですね。多くの人は上手くなったら楽しくなると思いがちなんですが、実際は逆。続けられる環境を作った人だけが上手くなる機会を得られる。そのように思いませんか？これを選択したときにどのようなことが起きるのでしょうか？まずはじめに、この動画はサイレントギターを広告する目的の動画ではありませんので、私の思ったことをそのままお伝えするようにいたしますね。まず一つ目。音量の問題を楽器の選択で解決したということです。練習の環境を防音室や時間帯で解決しようとすると、コストや制約が発生しますよね。楽器そのものを変えるという発想は、問題の根本を変えると思いませんか？サイレントギターを選んだ方は、これらのコストや制約、その全てをゼロにしてしまうほどのインパクトがあるのだと思います。そして、このナイロン弦を選んで指の痛みを排除するということなんですが、クラシック系のサイレントギターはナイロン弦をもちろん使用しています。ここですね。実はこのナイロン弦、スチール弦と比べて弦が柔らかくて、指先への負担が非常に少ないことが特徴の一つとしてあります。指が痛くて弾けなかった方が、翌日も弾き続けられる理由、それはここに一つあります。一人で完結する練習スタイルを選んだということなのですが、
教室に通わなかったり、誰かに聞かせない、発表会もない。ただ自分のペースで自分が弾きたいものを弾く。この一人完結型のスタイルは、日本人の生活環境に非常に合っている練習形態だと思うんです。まとめになります。ギターを諦めた理由が選ぶ理由になる。音が出せないからギターを諦めたという経験は、実はこのサイレントギターを選ぶ最も強い理由になります。あなたが諦めた条件をそのまま解決した楽器がこの世には存在しています。もしその存在を知らなかったのであれば、それを知らなかっただけです。次の動画ではもう一つの大きな諦める理由。指が痛くて弾けなかった。ここにフォーカスしていきたいと思います。サイレントギターについてクラシック目線で検証や実演の動画を出しています。ご興味あればチャンネル登録しておいてくださいね。また、サイレントギターやクラシックギターで困っていることがありましたら、ぜひコメントをご活用ください。別動画で検証していきたいと思います。ではまた。